お疲れ様です。ゆうたびです。ついに最初の目標として設定していたチャンネル登録者1000人を達成しました。これも皆様のおかげでございます。これからも皆様のホテル選びや旅行先選びのお役に立てるよう動画作成頑張っていきますので、登録がまだの方もぜひ登録してくださると嬉しいです。Shining like a beacon of bright stars. I was in a life wandering far. ご視聴ありがとうございます。ゆうたびです。今回も京浜東北線を見送りながらスタート。このチャンネルはコスパのいいホテルやちょっと贅沢なホテルなどを紹介していきます。国内旅行やホテルステイが好きな方はチャンネル登録してくださいませ。今回のホテルは桜木町駅の新南口が最寄り出口となります。交通系 IC カード専用改札なので注意してくださいね。改札から外に出たら左手にあるこちらの階段を上ります。階段を上ったら右手方面へ。こちらの歩道橋を渡るとホテルの目の前に到着します。エレベーターもあるのでベビーカーなどでも大丈夫です。向こう側にホテルが見えてきました。ちなみに上層はレジデンスです。ホテルすぐ横のこちらの階段を降りていきましょう。今回宿泊するのは2025年4月29日にリブランドオープンしたレンブラントスタイル横浜桜木町です。リブランド前はホテルエディット横浜というホテルでした。他の方の動画で前のホテルはチェック済みなのでどんな違いがあるかも細かくチェックしていきましょう。レセプションでチェックイン手続きを進めていきます。手続きを終えると客室の案内や朝食券が出力されました。カードキーも受け取ります。アメニティバーやバスソルトもあります。こちらは後ほど紹介します。こちらがロビー階のエレベーターホール。こちらにカードキーをかざすことでエレベーターを呼ぶことができます。今回2階のお部屋をアサインいただきました。2階のエレベーターホール。この辺は前のホテルと同じかも？今回のお部屋はこちらにある模様。今回アサインいただいた219号室ダブルルームのお部屋です。この辺もリブランド前と同じですね。早速入室しましょう。カードキーをポケットに入れてルームツアースタートです。お部屋に入りました。入ってすぐベッドルーム。今回のお部屋の位置と避難経路はこちら。お部屋入ってすぐ右手にカードキーのポケットと照明スイッチ。こちらがダブルルームの室内の様子。ベッドルームとデスクスペースが分かれています。眺望を見てみましょう。ロールカーテンを上げて西側の眺望ですね。桜木町駅に出入りする京浜東北線が望めます。お部屋紹介に戻り、クローゼットはオープンタイプ。バゲージラックや除菌消臭スプレー、シューホーン。この辺りもリブランド前と同じですね。ベッド周りを見ていきましょう。ベッド幅は 160cm とクイーンサイズ。
ルームウェアはワンピースタイプ。これもリブランド前と同じかも。枕は表裏でタイプが違いました。ところでクッション、この場所でいいのかな？恒例のベッドチェック。シーツ、ベッドパッドと続き、マットレスのメーカーは分かりませんでした。でも寝心地は良かったです。ベッドの上にいろいろなメガネのデザインが描かれたポスター。ベッド向かって右のナイトテーブルにテレビのリモコン、照明スイッチや読書灯、電源コンセントはヘッドボードの上に。向かって左側も同様となっていました。ナイトテーブルの上に客室内電話機と筆記用具。ナイトテーブルの下にゴミ箱も置いてありました。お部屋の中心に全身鏡。足元にはパナソニック製の加湿空気清浄機。テレビはホテルメニューなし、スマートテレビ非対応。もし Fire TV スティックとかで HDMI を使う場合はこちらの背面図を参考にどうぞ。足元には使い捨てスリッパ。かなり薄かったです。こちらのデスクスペースをチェックしましょう。決して広いスペースではありませんが、窓もあるので開放感もありますね。地図っぽいポスター。デスクの上をチェックしていきましょう。ティファール製の電気ケトルとマグカップ。ティーバッグはこちら。ロビーから持参したこちらも紹介します。アロマオイル入りバスソルト。これ結構おすすめでした。ボディスポンジ、T 直みそり、綿棒。スキンケアは DHC のものが用意されていました。カードキーのホルダー。デザインがシンプルで好きです。中には Wi-Fi の接続情報などが書かれていました。カードキーのデザインはこんな感じ。黒基調なんですね。チェックイン機で発行された案内の用紙と朝食券。こちらも見ていきましょう。LED ライト内蔵のスタンドミラー。置き時計とティッシュボックス、ミラー含めてリブランド前からありますね。アラーム機能は使わないでくださいとのこと。こちらは本部行きのアンケートはがき。気になるポイント書いて出しちゃいました。館内施設の案内。Wi-Fi の接続情報や内線電話の利用案内。Wi-Fi はダウンロードが 167Mbps、アップロードが 257Mbps とかなり高速。館内の案内や貸し出し備品、朝食の案内。レンブラントグループの会員案内もありました。このデスクで使える電源コンセントはこちらに。足元にも一つ空きがありました。こちらの棚には冷蔵庫。棚の扉が勝手に閉まる。中は特に何も入っていませんでした。客室内のエアコンのリモコンは机のすぐ横にありました。ラストはデスクスペースにあるこちらのドアの中を見てみましょう。中は水回りになっていました。ユニットバスタイプですね。1名宿泊でもバスタオル2枚は嬉しい。フェイスタオルも2枚、ドライヤーもありますね。ヘアドライヤーはパナソニック製のイオニティ。ウォシュレットはリクシルのイナックスブランドが使われていました。トイレットペーパーは2ロールあります。コップが2つ。歯ブラシセットも2つ。1名の時2つあるとペースト的に嬉しい。ハンド&フェイスソープは JTB 商事のオーランジュロゼ。水栓がグローエセーなのが驚き。
シャワーはハンドシャワーのみですが、水流を変えられるタイプ。3つの水流がシャワーヘッドのレバーで選べるようになっていました。バスタブはちょっと狭め、背の低い自分でも足は伸ばせませんでした。バスマット、バスアメニティもハンド&フェイスソープと同じオーランジュロゼ。水回りのドアにローブフックもありました。これは嬉しい。他のお部屋も紹介。こちらは1名利用のシングルルーム。こちらはセミダブルルーム。ツインルーム。ベッドの間がかなり広めですね。コーナーダブルルーム。次はこのお部屋に泊まってみたいです。コーナーツインルーム。こちらも魅力的ですね。ユニバーサルツインルームもあります。ルームツアーは以上です。ホテルチェックイン前にお昼に食べたお食事を紹介します。あちらに見える背の高い建物に向かいましょう。横浜市役所内にある商業施設ラクシスフロントにやってきました。こちらの施設1階にフードコートがあるのでそちらに向かいます。コンビニをはじめいろいろなジャンルのレストランが入っています。元町ユニオンフードホール1階はこちらに集約されています。今回選んだのはこちらのお店、横浜中華そば維新商店です。醤油味の中華そばやみなとみらい店限定のつけそばなどがあるみたい。注文しました。券売機から食券が出るので忘れずに受け取りましょう。注文したのはこちら。お水はセルフサービスとなっています。ウォーターサーバーに紙エプロンもありました。席はカウンターのみで、カウンターの上にレンゲ、卓上には調味料など。こちらはすりおろし生姜でした。どうやら先にご飯物が完成したようです。豚飯350円となります。お肉がいい具合に炙られていて風味もあって美味しい。こちらが特生姜中華そば1250円です。お肉もワンタンも具材が全部大きい。麺は平打ちの中太麺。醤油の味が濃いですが、それでいてあっさりしていて美味しい。あっという間に全部食べちゃいました。美味しかったです。ごちそうさまでした。ここからはホテル内施設や設備の紹介を、ホテル入り口に他のホテルの紹介など。こちらがレセプション。明るくライトアップされていました。受付後はこちらのチェックイン機で、レセプション前のロビー空間、結構おしゃれですよね。こちらはアメニティバー。綿棒、クリーム、ボディ&ハンドミルク、クレンジング、洗顔料、化粧水、テイージカミソリ、コットンセット、ボディスポンジ、折りたたみ式のヘアブラシ。少し先に進み、奥には朝食会場となるレストランがあります。席数はかなりありますね。朝食、とても楽しみです。レストランの手前に喫煙室もありました。結構な広さがありますね。1階には自由に利用できるお手洗いも。右手に多目的トイレと、左手に男女それぞれ用のお手洗いがありました。こちらはバスソルトサービスのコーナー。備え付けのカップにバスソルトを2杯入れて、こちらのアロマオイルを最大5滴ブレンドして利用します。オイルはシダーウッドやゼラニウム、ラベンダー、レモングラス、ベルガモット。自分はゼラニウムとラベンダーにしました。とってもいい香りでした。バスソルト前にあるスペース、
リブランド前はここの本を読めたと思うけど、今はどうなんだろう。階が変わって客室階である2階へ。こちらにランドリー室などが並んでいますね。乾燥機と洗濯機が1セットありました。乾燥機は30分100円、洗濯機は1回200円でした。洗濯機の隣に自由に使えるズボンプレッサー。自動販売機のラインナップはこんな感じ。マッチがあるの最高じゃないですか。現金のみですのでご注意を。電子レンジも設置されていました。無料で利用可能な製氷機も。カップもあるので、これに氷を入れてお部屋へ持ち帰りましょう。夜になったので夕食へ。野毛にある洋食木村さんにやってきました。2階へ案内されました。メニューやお水、カトラリーなどいただきました。こちらがおすすめメニューとのこと。どれも美味しそうで何にするか悩ましい。他にもいろいろなお料理があるみたい。本気で悩ましいですね。コースメニューなんかもあるみたいです。看板に描かれていたカッパのマークの由来なんかも紹介されていました。ワインやいろいろつまめちゃうおすすめセットも。お手拭きが分厚い。2階の店内の様子。テーブル席が6つという感じでした。ここ野毛店は1994年開業だそう。カトラリーとかいろいろ取っていたらお料理がついに。セットのプチサラダ、美味しそうですね。そして全部揃いました。チーズバーグセット1880円です。デミグラスソースが鉄板でグツグツしてて、もう見てるだけで美味しい。ハンバーグがチーズに包まれてますね。早速入刀。ソースがあふれないようにするのが大変。でも美味しそうな断面。チーズもしっかりトロトロになってていい感じに絡みます。ソースが濃厚であっという間になくなっちゃいました。ホテルから歩ける距離ですのでぜひご検討ください。ごちそうさまでした。おはようございます。朝がやってきました。リブランドで一番気になっていた朝食をいただきましょう。施設紹介でも軽く触れた春菜レストラン成脇が朝食会場となります。受付方法について案内が置かれていました。朝食券をレストランのスタッフさんにお渡しして受付完了です。席は自由席となっています。早速ビュッフェ台を見ていきましょう。まずはこちらに並ぶお料理を見ていきましょう。サラダのコーナー、プチトマトやオニオンスライス、ポテトサラダなど、ドレッシングやマヨネーズ、チーズなど、パンも3種類並んでいました。バター、ジャム、フルーツカクテルや本日のプリン、コーンフレーク、ヨーグルト、ミニケーキも2種類ありました。スイーツあるの嬉しいですね。こちらはドリンクコーナーですね。お水やソフトドリンク、お茶などのドリンクサーバー、コーヒーマシンとアイスディスペンサー、コーヒーカップや牛乳もありました。こちらはご飯のお供たち、海苔や納豆もありますね。次はこちらを。お味噌汁、石見ポークカレー、コーンスープ、
佐渡島産のコシヒカリを使った白飯。次はこちら、せいろ蒸しもありました。お肉っぽいのは多分つみれかな。こちらにソースやおかずも並んでいますね。里芋まんじゅう、野菜さつま揚げ、卵カステラ焼き、大葉味噌や明太子マヨネーズ、オリーブオイルなど。最後はこちらのお料理を。ゆで卵、たけのこの土佐煮、いわしの蒸し煮、さつまいもとれんこんの白あえ、ひじき煮、なすの揚げ浸し、青菜と豆のおひたし、鶏の唐揚げ、フライドポテト、粒マスタードやケチャップも、野菜もろみ醤油。これは何だろう。湯豆腐、サバの塩焼きなめたけおろし、ナポリタン、スクランブルエッグ、たこ焼き、豚と根菜の柔らか煮、鶏のトマト煮。お食事いろいろ持ってきました。サラダがかなり美味しかったです。他のおかずもどれも美味しかった。納豆は欠かせません。せいろに里芋まんじゅうを入れて温めてました。コーンスープにはクルトンも入れて。白飯がちょっと残念でしたが、とても美味しくいただきました。ごちそうさまでした。名残惜しいですが、チェックアウトの時間となりました。レンブラントスタイル横浜桜木町、いかがでしたか？みなとみらいの中心ともいえる桜木町駅からアクセスも良く、交通の便も良好。リブランド直後の時点ではとてもリーズナブルな価格設定なのも嬉しいホテルです。またのんべえの街として知られるのげーのアクセスも良く、飲食店には全く困ることがない、立地が最高なホテルとなっています。客室内こそいろいろ気になるポイントがありましたが、スタッフさんの対応は素晴らしく、今後のパワーアップにとても期待しております。朝食も個人的にはとても良かったと思います。さて、気になる料金の発表です。ヤフートラベルからの予約で日曜宿泊1名1泊朝食付きで9095円でした。予約時に1605円分のポイントを即時利用した宿泊費用となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもホテル選びの参考になったり、ホテルに行った気持ちになれたら幸いです。また次の動画もよろしくお願いします。ゆうたびでした。I know sometimes things may seem unclear. Trust yourself.